こんにちは。日本語ポッドキャストラジオです。今日は私が今年旅行に行って良かったところを5つ紹介しようと思います。5つということは5回も旅行に行ったんですね。びっくりです。いつもはこんなに旅行に行かないと思いますが、今年は実は結婚式をして、その後、新婚旅行に行ったので、こんなに旅行に行ったところがあるんだと思います。はい。では、早速、5番目、5位から発表しようと思います。はい。5位は、箱根です。箱根。まず、私は、神奈川県に住んでいます。ですから、箱根は近いんですね。車で1時間半ぐらいかな。そのぐらいで箱根に行くことができます。多分、私が住んでいるところから一番近い、観光地。うんうんうん。箱根は本当に温泉が有名だし、あとはもういろいろな、食べ物、ね、箱根の、おせんべいとか、お饅頭とか、箱根の駅の近くには、たくさんお店があります。で、なんで箱根に行ったのかっていうと、実は、私、実家で犬がいるんですね。そう。で、実家の犬が大好きなんですよ。その実家の犬を旅行に連れて行きたいって思って、旅行に連れて行ける犬が一緒に泊まれる、ホテルを探して、箱根に行きました。そう。なので、今私が住んでいる、ところには、犬はいないんですが、私の実家に、犬がいて、その犬は、マルチーズとプードル。日本語でマルプーって言うんですけど、マルプーの犬を飼っています。とても小さくて可愛いんですよ。そう。今5歳ぐらいかな。うん。で、その、犬と一緒に、箱根のゆるり箱根という旅館に泊まりましたね。うん。そう、犬と私だけじゃなくて、私の妻も一緒に行きました。はい。で、私が車を運転して、で、1時間半ぐらいでね、箱根に行って、で、もちろん、犬 OK の旅館を選んだので、ちょっと高かったんですが、初めて、犬と一緒に旅行するということで、張り切って、そこに泊まりました。うん。で、まあ、普段から、実家から私の家に犬を連れてきて、で、1日だけ私の家に泊まるっていうのは、よくやっていたんですが、他のところに旅行するっていうのは、全然したことがなかったので、どうなるかな、大丈夫かなって、ドキドキワクワクしていたんですね。で、実際に、泊まってみてどうだったか。これ、ちょっと大変でした。何が大変だったかっていうと、ご飯とかは大丈夫なんですよ。その旅館の、食堂に行って、で、普通に、人が食べる、私たちが食べるものも運ばれてきて、で、その横に、犬用のご飯も、準備されて、で、一緒にご飯を食べたんですけど、それから、自分たちの部屋に戻って、で、寝る準備ね、お風呂に入ったりして、寝る準備もして、で、
寝るときですね。うちの犬は、ちょっと臆病なんですよ。怖がりというか、他の音にちょっと敏感に反応するところがあるんですね。なので、例えば本当に夜1時、2時ぐらいまでずーっとワン、ワンって吠えていました。なんかね、他の音が聞こえたら、ね、部屋の外から、例えば知らない人の、声が聞こえたりとか、ドンドンっていう音が聞こえたら、すぐに、ワン、ワンって言いたくなるみたいで、それで私は、すごい寝不足になってしまいましたね。うーん。やっぱりね、普段慣れないところで寝るのは大変だなって、思いましたね。うん、ちょっと、そこは犬にとって、ストレスになっちゃったかもしれないんですが、でも、旅行全体的にはすごく楽しかったですね。うん。箱根の近くに芦ノ湖っていうところがあって、湖があるんですよ。で、その湖の周りに、またいろんなお店があって、で、まあ公園もあったりして、一緒に散歩したり、もうすごくね、私たちの犬も楽しそうにしていました。そう。まあもちろん私たちも楽しかったです。はい。そうですね。それが、まあ、5位ですね。はい。じゃあ、続いて、4位を発表します。4位は、長野県白馬です。はい。これは、8月、夏に行ったんですね。さっきの箱根は3月に行きました。なので、ちょっと寒かったんですが、8月、白馬に行きました。で、これ、なんで白馬に行ったかっていうと、白馬がちょっと涼しいっていうことを聞いて、それで、え白馬ってちょっと涼しいんだって思って行ったんですね。なぜなら、8月、まあ東京とか神奈川では、毎日35度ぐらい、夜も27度、28度ぐらいで、本当にずーっとエアコンをつけていないと、暑くて暑くて、もう耐えられなかったんですね。だから私は、なんとかして涼しいところに行きたいって思って、毎日毎日、日本の涼しいところを探していました。で、私が住んでいる神奈川県から一番近い、涼しいところ、いくつか探したんですが、長野県の白馬か軽井沢。その二つを見つけたんですね。軽井沢も長野県ですね。で、なんで白馬が涼しいかっていうと、山だからですね。うん。白馬も、軽井沢も、ちょっと高いところにあるんですよね、山の。だから、そこに行ったら、夏でも涼しいんですよ。8月、お盆の時期ですね。8月の、10日、まあ、15日ぐらいですね。日本ではお盆休みといって、1週間ぐらい仕事が休みになるんですね。で、その時に、もう5日間ぐらい、旅行に行きました。実は、車じゃなくて電車で行ったので、白馬だけじゃなくて、山梨県も、行きましたね。うんうん。そう。でも、目的は白馬に行って、まあ、涼しい、気温を体験する
っていうのが一番の目的だったので、まあ実際にそこに行ってみて、本当に涼しかったんですよ。確か、夜は19度、そのぐらいになりました。ちょうど、私が行った時は、天気があまり良くなくて、ちょっと雨が降っていたんですが、もう私は涼しい気温を体験したかったので、もうそれは全然 OK。もうむしろ良かったです。うん。で、もうね、夜は19度ぐらいで涼しい、嬉しいって思って、はい、もう10度ぐらい、低かったので、うん。神奈川県だったら、もう夜は27、28度。でも、白馬の夜は19度。最高だなーって思って、滞在しました。はい。まあ、気温だけじゃなくて、白馬がある長野県は、蕎麦がすごく美味しかったり、あとは、もちろん温泉もたくさんあって、すごくね、楽しめる、とっても私が大好きな観光地、まあ場所です。うん。いや、本当に私は長野県が大好きで、将来、おじいちゃんになったら、長野県に住みたいなと思うくらい、長野県、が好きです。で、白馬は、まあ、夏、私が行った時は、そうですね、特にまあ、有名な観光地があるわけではないんですが、まあ、でも涼しいから、まあ人はね、いましたよ。うん。特に白馬は冬が有名です。冬はスキーとかスノボーですね。スキー、スノボーのとても有名なところなので、冬はたくさん雪が降って、で、その山の、坂っていうのかな山でスキーとかスノボー、本当にたくさん人が来て、みんなやっていると思います。うん。でも、私もスノボーは好きですが、そうですね。冬は、ちょっと暖かいところに行きたいので私は、夏に行く方が好きかな。はい。そんな感じです。はい。はい。では、次、3位を発表します。3位は、香川県です。はい。皆さん、香川県知っていますか？香川県は四国にあります。大阪の方が近いですね。この神奈川県とちょっと名前が似ていますが、神奈川県じゃない、香川県は、ここから飛行機で1時間半ぐらいかかるかな。うん。四国、私は行ったことがなかったんですよ。なので、行ってみたいと思って、これは新婚旅行として行きました。はい。新婚旅行は、6月に行ったんですが、実は、この香川県だけじゃなくて、この四国は4つ、県があるんですね。その四国の4つの県と、あともう一つ他の場所に行きました。それはちょっと、また発表しますよ。はい。そう。で、その四国の中で私が一番いいなって思ったのが香川県ですね。うん。香川県はもともとうどんで有名なんですよ。やっぱりうどんといえば香川県。香川県といえばうどんみたいな感じで、本当に
香川県に行ってきたよって友達に言ったら、あ、うどんどうだったって聞かれるぐらい、うどんが有名ですね。はい。で、もちろん、うどんは食べてきました。すごく美味しかったです。うん。でも、実は、うどんだけじゃなくて、骨付き鶏っていうのも有名なんですよ。うどんほど有名ではないんですが、香川って調べたら、骨付き鶏が出てきて、え何これ美味しそうって思って、それを食べに行きました。そしたら、本当に美味しくて、びっくりしましたよ。なんか居酒屋みたいなところに、売ってるんですが、鶏ですね。鶏の、焼き鳥じゃなくて、本当にもっと大きい、鶏の肉です。それが、二つ種類あって、一つが、若鶏。もう一つが、親鶏ですね。で、その若鶏が、本当に柔らかくて美味しかったです。もう、皆さん香川県に行ったら、全員骨付き鶏の若鶏を食べた方がいいです。そう。やっぱりうどんも美味しいんですけど、骨付き鶏はもっとね、うどんより、やっぱりお肉ですから、味がしっかりしてて、すごく美味しかったです。これは皆さん食べてみないとわからないので、もし香川県に行く機会があったら、ぜひ食べてください。うん。四国は、全体的にでも良かったですね。最初に、愛媛県の道後温泉に行ったんですよ。そう、私、温泉大好きなんですよね。そう。道後温泉って、結構有名で、調べたら、実は日本で一番古い温泉らしいです。3000年ぐらいの歴史があるそうですよ。道後温泉、ジブリの、モデルになったりしたみたいで、本当に道後温泉良かったです。ただ、私はやっぱり神奈川県に住んでいるので、ちょっと遠いですから、たくさん行くことはできないんですが、でも、行く価値はあります。本当に良かったです。道後温泉。うんうん。しかも、四国の人たちは、みんな優しかったんですよね。うん。なんかね、例えば、カフェに入って、で、カフェで、コーヒーを頼んで、神奈川県とか東京だったら、あんまり、カフェの店員と話すことは、ないんですけど、そのカフェでは、その店員さんが、なんかいろいろ気さくに話してくれて、もうすごいね、温かい気持ちになりました。うん。その時に、私たちは新婚旅行で来たんですよ。で、四国、初めて来ました。どこかおすすめありますかとか聞いたら、もう本当にいろいろなことを教えてくれて、そう。で、その四国の人たちは、なんかね、やっぱり優しいっていうのは、その人も言っていました。なんでかっていうと、その四国って、四国遍路っていう、なんて言うんですかね、そのお寺を、たくさん歩いて、お寺をたくさん訪れるっていう、お遍路っていう、一つの日本の文化があるんですよ。で、毎日たくさん歩いてお寺に行って、で、また次の日たくさん歩いて、次のお寺に行ってって言って、で、その四国を
一周するっていう、そういう、ことをするんですけど、なんかね、その文化があるから、周りの人に優しくする、知らない人でも優しくする文化があるんじゃないかなーって言ってました。うん、確かになーって思いましたね。うん、とにかく四国の人は、うん、全然厳しくなくて、うん、ゆっくりしてて、すごい優しい人が多かったです。うん。すごくね、四国が大好きになりました。うん。はい。そんな感じでいろいろ話してしまいましたが、はい、3位は、はい、香川県ということで、はい、じゃあ次、2位発表します。2位は、下呂温泉です。はい。下呂温泉、皆さん聞いたことがありますか？下呂温泉は、日本人よく知っていると思います。名前がすごく有名です。で、これ何県にあるかというと、岐阜県にあります。よく、その温泉の名前が有名だけど、その温泉がどこにあるかわからないっていうことがあるんですよ。私も下呂温泉って名前は知ってるけど、それって何県にあるんだっけってわからなくなることがよくあります。そう。で、この下呂温泉は岐阜県にあります。岐阜県は、そうですね。まあ、大阪と東京の、まあ、そう、間ぐらいですね。うん。名古屋からちょっと近いです。うん。この神奈川県から行くと、車で5、6時間、5時間、6時間ぐらいかかりますね。もっとかかるかな。まあまあまあ、そのぐらいです。はい。だからちょっと近くはないんですけど、私の友達と、車で行きました。はい。これは、9月ぐらいに行ったんですけど、2泊してきました。はい。まあ、そうですね。ちょっとね、友達と一緒に、まあ、9月で、温泉にね、入りたいなって言って、うん、その温泉も、その2つ、宿を探して、で、2つ予約して、1日目はここ、2日目はここって。で、2日で別々のところに行きました。うん。1日目に行ったのが、大江戸温泉物語っていうところで、この大江戸温泉物語、名前長いですけど、でも、このホテルのグループは、日本にたくさんあって、大きいグループですから、日本の有名な温泉には、この大江戸温泉物語っていうホテルがあります。うん。で、この下呂温泉の大江戸温泉物語は、プレミアムなんですよ。だから普通の、ちょっと名前が長いですけど、普通の大江戸温泉物語よりも、ちょっといいんですよね。そう。で、何が良かったかっていうと、ご飯ですね。そう。ご飯が、なんか、普通のところより、もっと豪華でしたね。バイキングなんですけど、もうたくさん種類があって、で、私はそのバイキングが大好きなんですよ。そう。なぜなら、ちょっと好きではない食べ物がたくさんあるんですよね。恥ずかしいですが。なので、バイキングだったら自分の好きなものだけたくさん食べることができますよね。そう。だから、バイキングが大好きで、ここのバイキングは本当に素晴らしかったです。うん。なんかね、バイキングって、やっぱりその、食べ放題だから、あんまり、
クオリティが高くないところも多いんですが、もうここは、クオリティが高かったです。大江戸温泉物語の、これプレミアムですが、プレミアムじゃなくても、でもすごくいいと思います。うん。ですから皆さんぜひ、この下呂温泉だけじゃなくて、他のところでも、もし日本に、旅行に行ったら、大江戸温泉物語探してみてください。はい。で、二日目に泊まったのが、水明館っていう、これ実はすごく有名な旅館で、あの、日本の、えー前の天皇もここに泊まりに来てたみたいです。この水明館の旅館の中にそういう写真がありました。だから、歴史もあって、すごく大きくて、本当に、いい旅館なんですけど、これは、その時、そんなに高くなかったんですよ。曜日かな？なんでそんなに高くなかったのか、ちょっとわからないんですけど、私の友達がいつも予約してくれるんですけど、ラッキーなことに、そんなに高くない金額で、この水明館に泊まることができたんですよ。で、さすがに、この水明館、良かったです。日本の中で、あの、いい旅館ランキングっていうのがあって、その旅館ランキング、今年は1位になっていました。この水明館、皆さんぜひ調べてみてください。うん。温泉も素晴らしいし、はい、とにかく、大きいです。はい。大きい。うん。すごくね、こういういい旅館に泊まる機会は、ね、そんなにないので、本当に貴重な経験だったと思います。うん。で、この水明館は、夜ご飯は、確かバイキングじゃなくて、この旅館の中にレストランがいくつかあって、で、そのレストランに行きました。ちょっと私たちが行ったのは中華料理のレストランだったんですが、このレストランはやっぱりバイキングじゃないので、私はちょっと食べられないものがあったりして、友達に、あげたりしていました。はい。そうですね。でも、何でも食べれる人だったら、本当に、特に私の友達とかは、すごく美味しいって言っていました。はい。で、この水明館ね、温泉も素晴らしくて、で、その次の日ね、チェックアウトして、で、下呂温泉の、観光地を、ゆっくり見て、で、車で帰りましたね。うん。下呂温泉は、近くにね、有名な観光地があって、合掌造りの家っていう、昔の家の、街があるんですね。で、そこも行ったりして、とても楽しかったです。うん。はい。そんな感じですね。はい。じゃあ、最後に1位を発表します。今年、旅行に行ってよかった1位の場所は、沖縄です。おめでとうございます。いやー、沖縄は、もう、なんか、日本というか、もう違う国ですね。もう、全然違いますね。これは、もう、ランキングをつけるというか、なんて言うんだろうな、やっぱり、雰囲気も全然違うので、
もちろんその天気も違いますし、もう完全にリゾートという感じですね。だから温泉を楽しむっていうよりは、もう海とかプールとか暖かい天気、もうこれを楽しむ、大好きな人だったら、もうぜひ行ってください。というか皆さん知っていますよね。はい。で、この沖縄の旅行は、新婚旅行で行きました。さっき言った、四国の旅行の後にそのまま沖縄に飛行機で行って、で、沖縄に2日かな、2日間、いました。はい。沖縄は本当に大好きで、この景色だけじゃなくて、ご飯もいいんですよね。もう、沖縄料理っていうのがあって、全然その東京とかの料理と全然違いますね。うん。例えば、沖縄そばとか、ソーキそば。この沖縄そばとソーキそばはちょっと似ているんですが、全然東京のそばと違います。うん。これね、豚の肉が乗っていて、すごく美味しいんですよ。で、麺も全然その東京とかにないですね。これは本当に特別な、沖縄だけのそばです。私はこれが本当に大好きなんですよね。うんうん。あとは沖縄の文化もすごく、独特ですよね。沖縄の歌とか、沖縄の踊りとか、もうそういうのもすごく思い出に残っています。そう。もし、沖縄に行くんだったら、沖縄の居酒屋に行ってください。居酒屋では、もう、ほとんど毎日、沖縄の人が、その沖縄の歌を歌ったりして、すごくね、盛り上がってるんですよ。私も、そのホテルの近くの、居酒屋に行って、で、沖縄の料理を食べながら、実際にそこで沖縄の人が沖縄の歌を歌って、もうみんなすごい盛り上がっていて、もうね、なんて言うんだろうな。これは、この言葉で説明するのは難しいけど、いい経験になりましたね。うん。やっぱりね、文化が、この東京とかね、神奈川の文化と全然違うので、そこもすごく、面白いなと思いますね。うん。で、これは6月に行ったんですけど、6月はね、もう、すでに、神奈川県では暖かいですから、沖縄に行ったらもっと暑かったという感じでしたね。うん。そう。今ね、この私話してるのが12月なんですけど、今、沖縄に行ったらすごく気持ちいいだろうなって思いますね。うん。だって、今、神奈川県ではもう10度ぐらいですね。夜は本当に、2度 ?1 度そのぐらい低くなるんですけど、沖縄ではまだ 27?28 度ぐらいすごく暖かいんですよね。いや、本当に羨ましい。そう。だから私はこの冬に暖かいところに行きたいんですよね。はい。そんな感じで、1位まで話してきましたが、皆さんどうですか？皆さん、勘違いしないでくださいね。毎年こんなに旅行に行ってるわけではなく、今年は特別に、あの、新婚旅行とかで、いろいろなところに行けたので、すごく、楽しかったです。はい。ね、私さっき言いましたが、ね、暖かいところに行きたい。そう。実は、皆さん、私、来週、マレーシアに行ってきます。はい。そうなんです。
寒いところから暖かいところに行くということができます。やった！嬉しい。すごく嬉しいです。はい。これはね、友達と行ってきます。うん。マレーシアは行ったことがないので、すごく楽しみですね。うん。年末、3日間ぐらいかな。うん、マレーシアに、行ってきます。もちろん、マレーシアでこのポッドキャストも撮る予定なので、皆さん楽しみにしててください。はい。では、このあたりで、終わりにしようと思います。聞いてくれてありがとうございました。さようなら。